こんにちは、新藤きみこです。今日の紹介はですね、これだ。これはザクロで、花ザクロ。花がすごく大きくて大ぶりなやつがですね、今時期、咲くんですけど、可愛いですよね。はい。これは、乗り移りですね。これは挿し木してるやつなんですけど、はい。こんな感じですね。今日はですね、これ今水たっぷりやってきたんですけど、用土の粒でですね、粒の大きさでの乾き具合を、見てみようかなっていうところで持ってきました。当然なことながら大きなものはすぐ乾き、小さいものはなかなか乾かないんだろうとは思うんですけど、また、新しい何か発見があったらいいなと思って、あと視聴者の方から温度、土の中の温度も見てほしいという要望をいただきましたので、それもちょっと測ってみようかなと思います。はい。鉢穴一応開けてるんですよ、こうやって。でも水やってる時は抜けてくんですけど、やった後は特にこの鉢底穴から水が抜けてくっていうことはなくて、やっぱ張力の関係で結構ね、下の方に水溜まっちゃってるんですよね。培養中の通気性考えたら、鉢穴はもうかなり大きく作った方がいいのかなと。鉢作りしてる人なんかはね、参考にしたらいいんじゃないかなと、私はもっと大きくしようと思いました。ドボ漬けっていうか手やりでやるときは、私よく癖でこうやってなんてなんていうか、ラーメンの麺を切るみたいな感じでわってやるんですけど、それでだいぶ抜ける感じはしますね。一番大粒な、大粒って言っても小粒なんですけどは、半分より下ぐらいは水浸しって感じですね。で、細粒じゃないや、極小粒か。極小粒は、やっぱ小粒よりもうちょっと、水はよく含んでるみたいですね。半分から下はもう水浸しって感じで、一番ちっちゃな小粒、小粒じゃないや、細粒はもう全体的にもう水浸しっていう感じがしますね。空気もあんまり含んでない感じがします。じゃあこのままちょっと乾き具合を何日か見てですね、面白いことあったらいいと思うんですけど、どうですかね。わかんないんですけど。はい。今ここは、木を置いてる棚場の一角というか、こういう防風ネットが上に少し張ってあるようなところに、1時間置いてます。気温は、44度かなぐらい来てますね。ここは日当たりがいいので結構日中は暑くなります。でこれまずこの小粒から測ってみます。中層まで刺してみますね。しばらく待ってみます。44度だったんですけど、だんだん下がってきました。小粒の粒の中層に温度計を刺して、3分ぐらい、待ってたらだいぶ止まってきました。最初44度だったんですけど、今36度ですね。だから、何度8度ぐらい下がったのかな。土の中は、外の気温ほどそんなに上がらないみたいですね。次はこの極小粒の方で測ってみようと思います。これも針が落ち着いてきたので見てみると、34度弱かな。またちょっと下がりましたね。粒が細かくなるほど温度上昇は抑えられるのかな。
最後に一番小さな、細粒で測ってみたいと思います。はい、これも針が落ち着いてきたので見てみると、これも34度かな、ちょっと高くなったけど、だいたい細粒と黒小粒は同じぐらいの温度かなというところですね。やっぱり水を含んでると温度の上がり方っていうのは緩やかになるので、その含有量によって、温度の上昇率は変わってくるのだろうなと思います。さらにこれ培養鉢とかにですね入れると温度もね上がりにくくなって、気温の上昇とか下降の、寒暖差がですね緩やかになるんだろうと、それは植物の根にとっても良いことなんだろうと思います。はい、だいぶ変化が出てきたみたいですね。こっちは一番大きな粒っていうか、細粒ですねは、表面はもうだいぶ乾いてきていて、中の方は下の方は少ししっとりしているような感じですね。下に溜まっている水はないみたいです。こっちは、極小粒ですね。これも表面の方はもうパラパラと乾いてきてるんですけど、ちょっといくと湿っている状態ですね。溜まっている水はないんですけど、重曹より少し上から下はまだ十分水がある状態になっています。で、小粒ですね、はまだ小粒じゃないや、細粒か。細粒はまだまだ、湿っている状態になっています。溜まっている水も少しある感じですね。ここまで来るのに、丸4日かかったんですけど、やっぱり木を植えていれば乾きも早いですし、これはプラスチックのコップなんで通気性もないので余計にね乾きにくかったんだろうと思います。水やりのタイミングって水やり3年とか水やり一生とか言われるんですけど、やっぱり状態的にはこういう、少し湿っている状態の、土の状態が、やっぱり植物にとっては良くて、水もあるし空気もあると、そういう状態ですねを、維持できればというところなんですが、よく教科書なんかで表土が白く乾いてきたら水やりのタイミングだと言われるから、これはちょうど水やるタイミングなのかなと思うんですけど、まだまだ水はこの中に含まれてて、植物にとっては、一番ベストって言ってダメなのか、一番いい、状態の土なんで、もうちょっとこのままいさせてくださいって感じなんですかね。これでこれ水やるタイミングだと思ってまた上からジャバジャバやっちゃうと、ずっと水が保持されている状態なので、できればもう少し待ちたいというところですね。だからミニ盆栽なんか土の量が少ないものはやっぱりね植える土の粒も小さい、張る根の細さもありますから、そういうのも見てですね、土の状態だけじゃなくて、葉っぱのしおれ方とかそういうのも見て、総合的に自分なりの水やりのタイミングを、測ったらいいんじゃないかなと思います。予想通りだったんですけど、またこういう実験というか、こういうこともまた今後やってみたいなと思います。ありがとうございました。